は。今日は島根県松江市にある有志園に来ました。日本庭園好きの自称庭女子の私が素人なりにここの庭の鑑賞ポイントをお話しさせていただきます。ここ有志園の敷地は約4万平方メートル。東京ドームとほぼ同じ大きさの敷地にうっとりするような情緒感ある風景を持つお庭があります。ここは松江市の観光開発を目的に昭和50年に開園した日本庭園です。敷地の真ん中に大きな池川があり、その周囲を散歩できる池川回遊式庭園ということですが、池川や滝もあり、枯山水もあり、茶室の庭の路地もあり、さらに八つ橋もあり、日本庭園の全要素を散りばめた全部盛りのお庭です。ここのお庭はとても私好みで、あまりの美しさに松江市滞在中は2回も鑑賞しに来てしまいました。正直、東京や京都、鎌倉など本場の庭園を除いた地方のお庭では、私は屈指に美しいのではないかと思っています。今日も庭師さんが丁寧に庭の手入れをされていましたが、本当によく手入れされたお庭だと思いました。それもただ手入れをしているだけというわけではなく、日本庭園の何が人の心を引きつけるのか、どんな風景を人が美しいと感じるのか、日本庭園にあるべき情緒とは何かを庭師さんがよく理解されており、必要のないもの、そして残すべきものを見極められた素晴らしいプロフェッショナルな手入れの仕方をされていると思いました。島根県には美しくて有名な足立美術館の日本庭園がありますが、正直言うと私は足立美術館のお庭よりもこちら有志園の方が断然美しいと感じます。足立美術館も十分美しいのですが、庭を絵画とみなしてお手入れされているため、美しく手入れしすぎて情緒感があまり感じられないことと、庭に品のない日本一と書かれた石像が立っていることが私にとってはマイナスポイントでした。有志園はゴールデンウィーク時期に池にボタンの花を浮かべるイベントをされるため、それがとても写真映えすると有名ですが、しかしそんなイベントがなくとも十分見応えのあるお庭だと思います。何も強く主張した部分はありません。写真映えなどを期待して来られた方にはつまらない庭と感じるのかもしれません。ここは本当にただただ美しいと感じるだけの、それだけのお庭だと言えます。年輪で人生を語る木々の形、晴天に映える木々の色、よく管理された苔の緑、その美しい苔の上に散らばった花びら、曇りのない爽やかな空気感、濁りのない澄んだ水、耳を傾けるとさらさらと聞こえてくる水の音、池につながる川を遡っていくと現れる力強い滝、優しい顔つきの石たちの並び、本当にそれだけの素晴らしいお庭です。ただ来園した私たちが快適に散策できるように数々の工夫がそっとされているので、それを素晴らしいおもてなしの心だと気づかれる方はいらっしゃるかもしれません。しかし本当に美しいと感動させられ、心を浄化させることができるだけのお庭なのです。日本庭園には真行草というランク付けがあります。料理などで言えば松竹梅みたいなもので、真はフォーマル、草はカジュアル、行はその中間という意味です。真は例えば天皇などの上流階級の人間にふさわしいとされる庭作りを指します。草は
私のような一般の人が住む家にあるような庭作りを指します。ここ有志園はその中間の行からより真に近い庭だと思います。しかし残念だったのは、誰も気づかないだろうと思う場所にカジュアルなプラスチックの竹垣が使われていました。目の肥えた上流階級の人間なら絶対にすぐ気づき、素晴らしいと思っていたが、結局ここもそんなものだったかとがっかりされるでしょう。なので、できましたら有志園の方には今すぐ本物の素材に変更していただき、より真に近い量のお庭にしていてほしいとお願い申し上げたいと思います。今日は有志園の日本庭園をご紹介しました。本当はここには八つ橋があったので、八つ橋に関するお話をするつもりでしたが、長い動画になってしまうため、また別の機会にお話ししたいと思います。私はしょっちゅうここに来ることができないので、もし皆さんが有志園にいらっしゃった際には、動画を撮って YouTube に上げてくださると助かります。いろんな天候や季節の有志園をぜひ見たいと思いますので、よろしくお願いします。それでは今日もご視聴ありがとうございました。次回また。